こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は今年の味噌仕込みを、去年は大豆で作りましたが、今年はひよこ豆で作ります。以前インドに住んでいた時に、現地のオーガニックストアでひよこ豆を使ったお味噌が置いてあり、そのお味噌の味が恋しくなってしまったのです。ひよこ豆は一晩浸水させてあります。弱火でじっくりと炊いていきましょう。ひよこ豆を炊いているうちにお昼ご飯の準備を。去年仕込んだお味噌。夏が暑かったせいか熟して濃い色になりましたが、お味は甘みがたっぷりで、手前味噌ですがとても美味しく出来上がりました。ご飯の炊けるいい香りが部屋を包み込んでいます。自家製お味噌を使って漬けたお豆腐も、4日も漬けるとチーズのような味わいになります。お味噌汁は水から切り干し大根を煮込んで、干し野菜はお出汁になって具にもなる優秀な食材ですね。ご飯もふっくら炊き上がりました。焼きおにぎりにしていきましょう。片面が焼けたらひっくり返して、お味噌を塗って、こんがりご飯とお味噌がいい香り。去年漬けた自家製の梅干しも、お味噌汁は最後にお味噌を溶かし入れて、シンプルなお昼ご飯の完成です。お昼ご飯を食べ終わった頃、ちょうどひよこ豆が柔らかく炊き上がりました。マッシャーなどでペースト状になるまで潰します。フードプロセッサーなどの機械を使っても大丈夫ですよ。しっかりと潰れたら、お塩と米麹を加えて、均等に混ざるまでよく混ぜ合わせます。あとはジップバッグに入れて、空気に触れるとカビの原因になるので、空気を抜くようにしっかり詰め込んでいきます。完成は10ヶ月後。今年はどんなお味噌が出来上がるのか、待つのもまた楽しみの一つです。
いかがだったでしょうか。今日はひよこ豆を使った今年の味噌仕込みの様子と、去年仕込んだお味噌の出来具合をお伝えしました。味噌仕込みをやってみると結構重労働で一人でやるのは大変です。そこで来月みんなで味噌仕込みをする会を開催します。ひよこ豆を使ったお味噌をみんなで仕込み、去年私が仕込んだお味噌を使った和食ビーガンランチをご馳走します。詳細は概要欄のリンクから。空席があとわずかとなっておりますので、お申し込みはお早めにお願いします。それでは、See you next time!